質問コーナーの続きを取るよ。パート3。これで全部終えられるはず。最終回。ということでもうどんどんやっていくよ。いいよ。動画ではお二人のやりとりがめちゃくちゃ面白いんですけど、カメラが回ってない時もずっとこのテンションですか？どうですか？もっとひどくない？回ってない時。回ってない時はもうこの人、俺は変わんないと思うけど、もうこの人がすごいかも。もう精神年齢終わってる。ずーっとふざけてる。ふざけてる動画もあるけど、その動画のマックスふざけてるなーっていうテンションが常に続いてる感じをイメージしてください。しんどいよー。でもそんな感じだよね。のしかかったり、お食したり。そう。基本お出かけするよーつって出かけてもなんか、平泳ぎの練習とかしてるし、会話になんない。はい。じゃあ次。外でデートしたりしますか？今までで一番良かったデート内容を聞きたいです。前とちょっと被るかもしれないけど、デート。お外デートするときもある。デートって何？外食はデート？外食もデート。じゃあする。うん。二人きりの外食デートするよ。一番良かったデート内容。私あれ、東京タワー。俺神戸。なんか前回と多分一緒うん。の内容になっちゃうね。まあいいや。同棲してて絶対に揉めるポイントはありますか？さあ、白熱するぞ。喧嘩だ喧嘩だ。同棲関係なく揉めるポイントやったらいっぱいあるけど、同棲してて揉めるポイントはどっちかっていうと俺が悪いことが多いと。そうですね。まあ強いて言うなら、強いて言うなら細かすぎる。俺が順番、タイミング、うざって思う。ああ、喧嘩だ喧嘩だ。喧嘩だ喧嘩だ。これやってからこれとか、今これやるのみたいなのが言われたりして、終わるからええやんっていうので揉めるところはあるけど、それは俺の言い分。そうね。コフは？揉めるポイント、よく同性カップルとかと話して、やっぱり俺の友達はみんなやる側なの、家事を。じゃあそっちの味方やん。わかるってなる。そう。なんだけど、そこで揉めるポイントを必ず聞くと、大体は、トイレットペーパー変えてくれない、ゴミを集めてくれない、捨ててくれない、あとゴミ捨てた後にゴミ袋セットしてくれない、シャンプーとかボディーソープ詰め替えをしてくれない、とか詰め替えを、ストック系を買っといてくれない、食器洗っといてくれない、片付けといてくれない。多くてわけわからん。じゃあ簡単に言うと、気利かないです。もう口々に、なんであいつらあんな気利かないんだろうね、になります。これはあなた的にも同じ。分かち合える感じ。俺も一緒。全然気利かないよね、つって愚痴ってる。自分一人で生きてると思ってんのかねって話になる。そっくりそのまま返している。おめえのタイミングだけが全てじゃねえんだよ。おめえ一人の家じゃねえんだよ。って言うんだけど、タイミングは確かに俺のね、都合でもあるし、あなたの都合もあるのはわかる。けど、俺がやってて、あなたが困ることは基本ないのよ。綺麗にしすぎとかないじゃん。ゴミ捨てすぎないじゃん。洗濯しすぎないじゃん。あなたはやってくれなくて困るのはあなたも困るし、俺も困るの。不衛生になっていく。もうゴミが溜まっていく。ストックがない。洗えない。困るのはあなたの方が困る。俺が買っといて困ることはない。やっといて困ることはない。つまり、俺の勝ち。じゃあ揉めるポイントそこだわ。そもそも、やる頻度が違いすぎる。溜まる前にやる人。1溜まった時点でやる人で、俺は10溜まったら一気に1から10片付ける人。あなたはもう10まで溜めない。もう1、2ぐらいの段階でパッとやっちゃう人で、そうなるともう必然的にこの人がどんどんやる。俺はやろうにももう常に片付いてますっていう。そこの、それでよく揉める。揉めてたね。最近もはやもう言わなくない？ね。俺だって言ってないでしょ。ありがたいことに。そう、言わなくなった。じゃあ次。これでいいの？これでいい？これでいい？いいんじゃない？はい。次が、そう、これね。今年のベストバイトップ3。じゃじゃじゃーん。いや、考えとくからさっき言ってベスト3、トップ3か。3つ。1位これ。今年よ、今年。今年でしょ？ 1 位これでしょ？ 2 位なんだろう。日傘。やっぱ違う？初めて今年日傘を導入したんですよ。俺に感化されて。そう。一緒に買ったのか。おじさんが買うって言ってて。迷ってた。そう、俺もずっと気になってて、今年買ってみたけど、日差しの痛さがなくなった。刺さる感じね。じり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 っていうのはなくなったから、買ってよかったなっていう感じかな。
あともう一個なんだべ。なんだべ。なんだべ。だべだべ。あったわ。あれが一番かも、むしろ。これが3位で、2位が日傘で、1位はワークマンの短パン。あー、そうね。わざわざね、歩いて。わざわざ歩いてじゃない。販売店舗まで電車で出向いて買いに行ったわ。珍しい。この人なんかおしゃれとか、着こなしとか、そういうことばっかり言ってる人で、あんまり機能性とかはさ、俺の中で言ってるイメージなくてさ。おしゃれじゃないからあれだけど、まあ、色味とか、そう、色味とか。素材とか。どっちかっていうと、機能性求めるの俺の方やったからさ、うん。そんな機能性求める珍しいなーって思っとったんやけどさ、うんこないだ二人で靴買いに行って、うんサンダル、俺のサンダル買いに行って、うん。もうその場で履き替えて、古い方のサンダルどうしようってなって、そしたらこの人そのワークマンの短パンのところ、よいしょよいしょって、サンダルをズボンの中に入れて、入るんやとか思ってさ、入るんやもびっくりしてさ、うん。サンダルをポッケに入れるってなんかバカなことしてんのいや、なんか不可思議な光景。だからその、お店で買って、もうこのまま履いていきますって言ったから、履いてったサンダルどうしようかなと思ったんだけど、そのためにわざわざビニール袋を買うのもあれだったから、あ、これワークマン結構ポケットいっぱいあるんだよなと思って、ワンチャン入んじゃねと思って入れたら、スポッと入ったんだよね。あれすごいんだよ。見せたけどさ、腰、なんかコルセットみたいな部分が腰についてて、がっちりこうフック、プラスベルトをキュッてこう、なんかやってるね。ベルトの紐をキュッて縛ると腰が締まって骨盤を支えてくれる。だから長時間歩く時にも楽だし、裾の部分がベルボトムっていうかなんかこう広がってるから涼しいし、で素材やっぱりなんかちゃんとしっかりしてるから丈夫だし、でポケットいっぱいあるし、そう、今年あれ買ったのは普通にライブとかフェスにいっぱい行くから、寂しい。一旦置いといて、いっぱい行くから、その時用に使いたいなと思ってちょうどいいズボンを探してたら、口コミ的にワークマンが一番良くて、買ってよかったと思って。その3つ。その3つ。あなたは今年でしょ、スイッチ2、コフが抽選で当ててくれた。たんだよ。すごくない？ありがたいや。が1つでしょ。あと何？今年買ったもの。スイッチのカメラ。まあそうね。スイッチのカメラは、まあ面白かったよね。うん。スイッチのカメラかな。ほぼ一緒になっちゃうけど、マリパがなんか2人でやっとって面白かった。ちょっとさ、この撮る前やっとってんけど、マリパやっとったら、不意にこう自分の顔がパッと画面に出る瞬間があって、その映った瞬間にこいつが変顔しとって、俺テレビで変顔。テレビ越しに変顔をお届けしてたから、もうめっちゃおもろかった。で、面白くなって隣見たら、真顔。画面見ると変顔してんのに、リアル見ると真顔なの。っていうのでキラキラやってた。で、2つでしょ。2つでしょ。あと1つなんだろう。あれはキーボード。あ、そうだね。iPad 用の。キーボード。持ってくる。それは見せるんかい。他のも見たかったよね。キーボード。折りたたみのね。折りたたみのキーボードで、仕事でパソコンを持ち歩く必要があったりするけど、いちいちパソコン持って歩くのもだるくて、タブレットでいけるんやったらって思って、で、ちょっとキーボード探してみたんやけど、これがさ、折りたたみのキーボードってさ、この真ん中ね。真ん中の部分がここに合わせギザギザになりてちょっと狭くなったりとかするんやけど、これはちゃんとねそういうのになってなくて、かつ、畳んだ時に変にギザギザ出るわけでもなく、そう。で、iPad と広げた時同じサイズやから、あ、そうなんだ。だからいいね、いいね。こうスタンドでこう置くでしょ、ここをこうやったら、ほぼパソコンみたいな使い方本当だね。できるから、割と便利かなって思ってる。の3つかな。ちょっとずるい気もするけど、スイッチ。じゃあ次ね。はい。みんなに絶対見てほしい映画やドラマ、アニメなどはありますか？ないんだよね。バイオレット・エヴァーガーデン。出た。出会った時からこの人に見てほしいって言われても俺1話か2話で断念しちゃった。違う、この人ね、ちゃんと見てないの。で、見るにしても、2倍速とかで見るから、知ってる人はわかると思うけど、情緒は伝わらんやん。2倍速なんかやってたら。そもそもさ、俺の見方が良くないの。ながらだしね。ながらだし、倍速2だし。倍だし。あと、要はこういうことねって。頭の中でね。俺はそのバイオレット・エヴァーガーデンと、ガッシュ。ガッシュ。好きだね。俺映画、ドラマ、アニメ、マジでないよな。
ない。ねえ。情緒もクソもないんですよ、この人。申し訳ないけど、マジでない。よく言うけどさ、もう今時代が変わってさ、そういうコンテンツが消費するものになっちゃったっていう、サブスクとかの。そこ、ど真ん中行っちゃってる人やと思う。ね、消耗品として、うん。作業用映画みたいになってるもんね。作業用と話題についていくためうん。だけになっちゃってるから、ないね。まあ、鬼滅とか見といたら話題にはついていけんじゃない？見たらいいよ。じゃあ次。ゲイカップルへの対応がすごい良かった会社、経験があればぜひ聞きたいです。すごい良かったはない。おこがましくない？ちょっと。なんか配慮されて叱るべき的な、なんかそんな感覚になっちゃうそこはもちろんないけど、会社には別にカミングアウトはしてなかったから、同僚とかで、同僚たちの対応が良かったのはもちろんあるけど、うん会社がいいわけじゃないしね。うん。まあ、強いて言えば俺一個前の会社は別にカミングアウトしてなかったけど、だけど上の人で、なんか共通認識として恋人なり配偶者とかを必ずパートナーって呼んでた。それだけは、おほってなった。ほほおほってなった。すごってなった。でもそこはありがたかったかな。パートナーって言って当たり前のように表現できるそうそうそうかも。じゃあ次ね。めったにないこの機会にお互いに言いたいこと、謝りたいことはありますか？謝りたいことある？言いたいことを言ってるとして。具体的には出てこんけど、でもやっぱり付き合った当初、自分勝手、今も自分勝手やけど、ちょっ今も自分勝手やけど、付き合った当初は、あなたのことを見てない自分勝手さがあったかな。と。100% 自分本位みたいな。付き合った当初はね。なんでこう言って分からへん。なんでそういう言い方する。なんで同じこと言ってんのに、同じことを言って俺を攻撃して、同じことを言って自分を守るの。みたいな。あれコフ攻めてるね。これ言いたいことになっちゃう。謝る気ないですよ。この人やっぱり。いや、まあでも、なんか、なんでこの人がこういうことするのか俺もよくわからんかって、この人メンタル弱いから、メンタル弱いゆえになんか自分を過度に守ろうとするし、俺を過度に攻撃しようとするんやけど、俺はそこに全然気づかずに、だいぶ時間経ったよね。3年目、4年目ぐらいじゃない？あ、この人メンタル弱いんだって言って、俺もそうだと思うって気づきを得たっていう瞬間があったと思う。うん。その前は、この人がメンタル弱いこと知らずに自分本位で分かってよ、聞いてよ、みたいなところがあったから、そこはちょっと、まあ悪かったなぁとは。今はこの人メンタル弱いところがあるっていう前提で、なんかめちゃくちゃわーっと言っとる時でも、そのわーって言っとるのはただの威嚇であって、これ以上攻撃すんなっていうアピールだったりもするから、そういうところ今は気にかけられるけど、最初はそんな知らんかったから、ここはちょっと悪かったなーって思ってる。ナマステは？何手で飛んだお前。いや、珍しくちゃんと言ってくれるな。めったにない機会だそうなんで。そうですか。めったにない機会だから、謝れ謝りたいこと謝れそんなにお前は悪くないんか。太ってごめんね。そこかい。じゃあいっぱい謝りたいことあるよ。太ってごめんね。軽い。細かくてごめんね。そうだな。そうだぞ。そういうとこだぞ、お前。気分屋でごめんね。そうだな。そういうとこどうかと思うぞ。いた。あとなんだろう。支えてあげたい気持ちと、俺のメンタルの弱さで支えてあげられず、おうそれをあなたのせいにするからおうごめんね。そうだぞ。反省しろ。こういうこと言うからさ、あとなんだろう。もういいよ。まあ、そんな感じかな。なんか動画だとめっちゃ気持ち悪いよ。なんか手が動いてるように見える。突き破ってる。確かに。手
定期的に突き破るな。